皆さん、こんにちは。今年の夏も本当に暑いですよね。涼しいキャンプ場に行きたい。そう思っていませんか？そこで今回は、私が実際に行った標高1200メートルを超えるキャンプ場を7カ所ご紹介します。昨年アップした標高が高いキャンプ場7選も概要欄にリンクを貼っておきます。それでは1つ目、標高1500メートル、天然のプラネタリウムのある天空キャンプ場、御嶽銀河村キャンプ場。おすすめポイント。御嶽山の麓に位置し、真夏でも平地とは別世界のような涼しさ。私が訪れた7月は、昼間でも20から25度くらいで、朝は気温17度。朝晩は暖かいものが欲しいくらい、肌寒かったです。ワンちゃんも過ごしやすく、開放感のあるサイトからは雄大な景色が広がり、夜には満天の星空も楽しめます。期間限定で星空観察会も行われていました。キャンプ場内の詳細。こちらは車乗り入れ可のフリーサイトです。炊事場やトイレなども非常に綺麗でした。正直星空すごく綺麗なので、本当は教えたくないキャンプ場です。日差しが強い日は遮光性のあるテントやタープ必要だと思います。青空が広がってます。気持ちがいいね。山の上は天気が急変しやすいので、雷雨にはご注意ください。それでは2つ目は、標高1480メートル、リスが生息する美ヶ原の森の中でのキャンプ。三次郎憩いの広場オートキャンプ場。おすすめポイント。標高1480メートルという高所に加え、日光を遮る霧により、昼間でもとても涼しいです。長野県にはね、熱中症警戒アラートっていうのがね、出てるらしいです。それなのにここはね、今24度。めちゃくちゃ涼しい。ありがたいですよね。もう下界にきっとね、降りたらね、めちゃくちゃ暑いですよ、これ。やばいのよ。こういうね、やっぱ涼しいところでキャンプしたいですよね。まるで森全体が天然のクーラーのようです。さらに朝方は16度まで気温が下がりました。そしてこちらの森には野生のリスが生息していて、運が良ければリスに出会えることも。そして朝は鳥のさえずりが美しく、昼間はセミたちが大合唱。
キャンプ場のサイトの様子がこちら。こちらが受付。カフも併設。ソフトクリームもありますよ。キャンプ場までは車で移動。場内に入ってすぐ牧場が広がります。美原高原は今年から一部ペット禁止区域があり、詳しい情報は事前にお調べください。場内は自然の地形を生かしたサイトとなっています。場所によっては大型テントは難しいと思います。坂も多いので炊事場やトイレへの移動は大変。道路の両側には側溝がありますので気をつけてくださいね。そして農産物直売所で長野の野菜や果物を買い、キャンプを楽しみました。めちゃくちゃうまいっすよ。やっぱスイカはいいわ。さらに夜は木々の間から満天の星空。帰りはアザレアラインを走り、霧ヶ峰高原へ。絶景散歩を満喫しました。続いて3つ目。標高1400メートル。北アルプスが一望できる絶景キャンプ場です。NAO すずらん高原キャンプ場。こちらは以前ペットサイトの紹介動画でも紹介した場所です。岐阜県高山市や朝日町御嶽山のふもとにあるキャンプ場。おすすめポイント。標高約1400メートルに位置し、夏場でも気温は平地より8度から9度ほど低く、平地が35度以上の猛暑日でも、ここは25度前後にとどまることが多い。ただし日差しを遮るものがないため、日中は暑く感じることもあり、遮光性のあるタープやテントなどは必要です。また風が強い場所でもありますので、強風にも気をつけてください。夜になれば満天の星空。朝は宇宙を感じるようなマジックアワー。圧巻のこの景色はここでしか味わえない。サイトはいくつかの種類があります。ペットサイト。サイト全体が柵で囲まれているので、愛犬と一緒に安心してキャンプを楽しめます。電源付きでお湯が出る炊事場完備。
サイトからは雄大な御嶽山や乗鞍岳を一望。オートキャンプダブルサイトからの景色。炊事場やトイレシャワーなどの設備も清潔に管理されていて、とても快適。おお、きれい。シャワー室もとても綺麗です。一度は行ってみる価値ありの高規格絶景も兼ねたキャンプ場です。続いて4つ目は標高1300メートル、美しい白樺レリンに囲まれたキャンプ場、姫木平ホワイトバーチキャンプフールド。長野県長和町姫木平地区にあるキャンプ場。おすすめポイント。標高約1300メートルに位置し、平地より8から10度ほど気温が低く、平地は猛暑日でもここは15から18度と爽やかな気候。朝晩は長袖が必要なほど涼しいキャンプ場です。サイトの詳細は、こちらは白樺サイト区画サイト。混み合う時期はプライベート感は少なそうです。フリーサイト車両乗り入れ不可。一面に広がる白樺の森と鮮やかなグリーンの芝生は思わず写真を撮りたくなる美しい景色です。真ん中あたりは星空がきれいに見える草原エリア。その周りは林間エリアです。貸し出し用の荷台に乗せて荷物を運びます。炊事場やトイレもきれいに清掃されています。めちゃくちゃ綺麗。場内には小川も流れています。私が泊まった時は夜にこの辺りに数十頭の鹿さんがいました。自然の中ならではのちょっと特別な体験が待っているかも。ただ一つ注意点は、キャンプ場のすぐ近くを走る道路があるため、
車やバイクの音が気になることがあります。最高に眺めがいいですよ。この車の通りのね、音さえなければなおさら良いね。また白樺湖や立石へのアクセスも良く、観光の拠点にも最適です。私はキャンプの翌日に車山高原にある頃ボックルヒュッテ、ゆるキャンの舞台としても知られるエリアなので、聖地巡礼を楽しみたい方にもぴったりです。映え写真撮る。買い出しにはスーパー鶴屋がおすすめです。4つ目、標高1200メートル、八ヶ岳のふもとにある高原リゾート、清里中央王道キャンプ場。山梨県北杜市高根町にあるフミリーに人気のキャンプ場です。おすすめポイント、標高約1200メートルの清里高原に位置し、城内には豊かな木々が生い茂り、心地の良い木陰が広がっています。私が訪れた7月でも昼間の気温は25度。とても快適でした。そして五感で感じるキャンプ。発見してしまいました。寝れないやつです。セミが帰ってますね。びっくり。しかもかなりちっちゃめ。日暮らしとかかな、これって。あ、なんかくわえてる、虫を。ヒナに餌やりに来たんや。リスあれ。リスじゃねえ。鳥かあれ。リスや。一気に登ってきましたね。うわわわわ、あんなとこ。ほら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 。ほら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 。ほら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 。あ、かわいい。平日でほぼ貸し切り状態でした。私以外は2組って聞きました。ありがたいです。しかもね、白樺とかが綺麗ですね。主なキャンプサイトは電源付きサイトで電源なしサイトに分かれてます。こちらは電源付きサイト36番。サイトの大きさは狭い方だと思います。隣との距離も近いため繁忙期はプライベート感はなさそうですね。こちらはクリアドームテント。
ピザ窯もあります。こちらは電源なしサイト。私は電源なしの102番サイトを使用。こちらが管理棟。炊事場やトイレなどの設備も整っていて、電子レンジもありました。お湯は有料100円で5分間。トイレもとてもきれいです。さらに湯ずれには嬉しい。場内にドングランあり、遊具もあります。家族連れに人気なのも分かりますね。そして清里高原は高原リゾート地なので、周辺に温泉施設も複数あります。おしゃれなカフェやレストランもあります。キャンプだけでなく、観光も満喫したい方におすすめのキャンプ場です。周辺お買い物情報、農産物直売所よって消し安がだけて、新鮮な野菜や果物がお手頃価格。お肉を買うなら肉と魚と惣菜のお店渡辺へ。私はハンバーグを買いましたよ。めちゃくちゃうまそう。ハンバーグに合わせてすりおろし買っちゃいました。上質な国産牛のバーベキュー用お肉が豊富に揃うそうですよ。続いて6つ目は標高1500メートル、飛騨の大自然に囲まれた穴場キャンプ場です。飛騨高根の麦オートビレッジ。おすすめポイント、岐阜県高山市高根町の麦にあるオートキャンプ場です。実際に訪れたのは7月の猛暑日。見てください、あそこの山、雪残ってますよ。あれ到着です。やったね。触ってみましょう。冷たい、めちゃくちゃ冷たい。気持ちいいですね。向こうの山の向こうですね、雪が見えてます。サイトはすべて車両乗り入れ可のオートサイト。電源なしサイトと電源付きサイトがあります。人気の高原サイトを見てみます。日が当たりすぎやな。でもこれ陰ってるとこがいいですね。やっぱり木陰があるとこがいいな。アブの方がね、めちゃくちゃ寄ってきてます。見てこれ、わかります？このブーンという音。高原サイトはワフィあたりが良いので熱く感じました。
高原サイトの6番サイトからは御嶽山がきれいに見えます。炊事場とトイレ。後ろを振り返ると乗鞍岳方面です。おー、綺麗ですね。十分。こっちは綺麗。中央サイトは白樺に囲まれた森のサイト。大型テントやターブを張っても十分な広さがあります。全面きれいな芝生です。22番サイドもプライベート感たっぷり。夏に訪れる際は虫対策をしっかり準備することをお勧めします。モンスーンを焚いたらアブも落ち着きました。ちょっと蚊取り線香焚いたらね、落ち着きましたね。そして気温について。ここに来るまでの高山市の気温は33度だったんですよね。そしてね、ここに来るまでの道路での温度表示が22度だったんですよね。夜は17度まで下がり、厚手の上着が必要なぐらい寒かったです。夏でも寝袋は必要です。私がね、キャンプでね、熊対策も忘れずにしてください。ホイッスルと熊一番。木陰はあるもののやはり日光が降り注ぐので、遮光タープなどは用意した方が良さそうでした。もう真っ赤こうやって真夏に涼しい場所で食べる激辛ブルダックも最高でしたよ。汗出てくるわこれ。はあ。最高の避暑キャンプでした。それではラスト7つ目。標高約1300メートル。秘境の湖畔で過ごす静寂なひととき。千代田湖キャンプ場。おすすめポイント。平地が35、どの猛暑日でもここは25度前後の気温。夜は長袖が必要な暗い気温も下がるそうです。施設やサイトについて。サイトは車両乗り入れ不可能。全面フリーサイト。ここは完全無人。管理人さんが在中されていません。チェックイン前の場所取り行為は禁止されています。荷物は貸し出し用の台車で運ぶことができます。人気なのは絶景の湖畔サイドですが、夏は直射日光が当たるので、湖畔から離れた場所にある
林間エリアの方が日当たりを防ぎ、涼しく過ごせると思います。ここは携帯の電波が届きにくいです。一応この建物にキャンプ場事務局につながる連絡用電話がありました。設備はシンプルですが、静かな環境でデジタルデトックスしたい方には良いかもしれませんね。私は奥のエリアにテントを張ったので、荷物運びが本当に大変でしたが、不便さも含めて楽しめる方にはぴったりです。それでも満点の星は最高でした。あと長野で調達した食材で作るご飯も最高。ちなみに私は秋に訪れましたけど景色良かったです。今回は標高線に100メートルを超える夏でも比較的涼しく過ごせるキャンプ場を7カ所ご紹介しました。皆さんならどのキャンプ場に行ってみたいと思いましたか？ぜひコメントで教えてください。この動画が皆さんのキャンプ場選びの参考になれば嬉しいです。